おはいえなし、ついに配信で泣きました。バージョン 3.3 超責任務完走です。これまでエイミスった時ですら13秒間顔をしかめながらも、それ以上の動きは取らなかったひょうちゃんがたまらずハグしたこの瞬間、無理でした。代わり番号でママになるこの親子、尊すぎ！エイミスがボイドマターに閉じ込められてる時、数をカウントしてるシーンがあって、そこで63と数えてるんですが、エイミスのピックアップが終わった2月27からバージョン 3.3 リリース日の4月30日までがちょうど63日らしいです。黒毛！俺だってボイドマターの時間計画が現実世界とずれてること事前にしてたらリリース日にデカパンに発情しないで真っ先に調整にやったら、私と相談せずに自分が犠牲になればいいなんて絶対に間違ってるよ。お前が言うな。もう二度としないわ。約束する。絶対に嘘つけ！てかほんとこの親子今はこの抜け殻を操縦して人に触れられるようになったのよ。完全に生き返ったわけじゃないの。しれっと重要情報突きつけるな。エイミスほんと大丈夫なの？まだ都合の悪いこと隠してないよね。なんかバージョン 3.4 とかでちょっとぐらい目が見えなくったってへっちゃらなんだからとか急に言い出さないよね。まあ目は見えるのかもしれないけど年は取らなくなってしまった説があってまだうっすら寒さは残ってます。おなみし最後のラジオ音声の回収完璧！英雄は誰が救うのかに対するアンサーそのものとその返し方いずれも素晴らしかったですね。恥ずかしながらひょうちゃんがひゆきに対して私の勝利は決して私一人だけのものじゃないって言った時、リュークヘルセンのメンタルケアとかモーニエのキレキレ演算あってのことだよねってネームドのキャラを想像して聞いてたんですね。甘かったですね。無名のラハイロイの民全員のことを指してたんですね。ルーン使った探し物してる時なんか各陣営テキストやたらかっこよくてこいつら何なんだよって思ったんですけど、そういう不特定多数が一丸となって困難に立ち向かうことを強調した演出だったんですね。サブクエの NPC も総出だったみたいで、その辺もきっちりプレイしていた方であればなおさら熱い流れだったと思います。そういう今を生きる人たちの活躍もそうだけど、過去の人もね、未来から過去に戻ってひょうちゃんを救ったエイメスに対して今度はボイドスペースに飲まれたラハイロイメンが探求心を胸にエイメスを過去から未来へ送り出してひょうちゃんへカセットを渡し切る。それによって疑似ドライブが完成して、そんじょそこらの組織長よりも人情味あふれたラハイロイくん爆誕。超ドストレートかっこいいデザインからの HP200 万 vs HP ゲージ1000本のド直球メカバトル、熱っ！それらももちろん素晴らしかったんですが、そのバトルに至るまでの流れと撃破後のエイメスとの対話シーン込みでクライマックス丁寧で良かったなと思いました。ラハイロイくんと喋る時のエイメスはほんとらしさ全開で、エイメスが帰ってきたを実感できて良かったです。ホワイトノイズは人類が宇宙に到達できる能力の証明。またこの音も複製なんだろうな。ラハイロイくん生きよな。最強演出と全員集合で名式ぶっ飛ばす構図はバージョン 2.7 のリナシータの終幕と似てはいるんですけど、あの時以上に素晴らしいなと思うのが全員集合への必然性というか納得感というか、バージョン 2.7 の時って急に集められたな感があって、それはリナシータ全域の危機が訪れてるんだから集まるのはわかるんですけど、それまでに共鳴者同士の関係値が蓄積されてないから、それゆえか、例えばオーガスタとシャコンヌとかカルロッタ・ガルブレーナみたいな陣営をまたいだコミュニケーションっていうのは弱めで、会話がおおむねひょうちゃん起点だったじゃないですか。でもバージョン 3.3 ってその前から教師同士、生徒同士、あと教師生徒間で多重に丁寧な絡みがあったし、直近の控えの祝典を通じてもいい感じに絆が強まってたし、なので今回の一致団結はすごく自然で、そこが一層進化してるなと感じました。いきなり個別の話するけど、チサチサ愛おしすぎん？今更気づいたんだけど、ウェーブラインのこの自己紹介欄、オタクの解像度高え！ひょうちゃんが行方不明になった時は激重も彼女みたいな爆撃を決めてくるのに、いざ対面しても多人数の場では喋り出せない陰キャムーブ。探索の時も同じ班の人から目合わせてくれないって言われてましたし、顔見分けられないトラウマがあるっていう理由付けがきちんとなされてるわけではあるんですけど、短いシーンながら知差の個性が映えるいい一幕でした。マジで短尺でキャラ映えさせるのうますぎ。頭の回転が速いモーニエ教授がテンション上がって他人に理解させることを考えてない言葉選びで早口オタクになってくるところとか、決戦に向かう前に待ち構えてくれるリンネーとか、オルモノさんじゃないですか。なんかビジュアル的に勝手にあの空間から離れられないのかなと思ってたんですが、普通に抜け出してきてシグリカのお兄ちゃん面してて笑いました。しかもめちゃくちゃ喋るし、チサより喋ってんじゃねえか。6人分の演算してるんだから、ルシラーとモーニエとヒョウちゃんがハモった時、オルモノさんもハモれよって思いました。オルモノさんもそうなんだけど、チェイスさんなんなんだよ。数年間行方をくらませた後に別人のように出世するとか、つい最近そういう新興宗教の教祖を見たし、典型的な悪者パターンかと思ったら、初登場から5分で損得感情するビジネスマンを自称するし、ビジネスマンキャラが損得感情って言葉使い始めたら、次のシーンでは損得感情を超えた人情ムーブするんだから、いいやつ確定じゃねえかって。前回の称号マウントおじさんといい、名調のおじさんいいキャラ多すぎる。でも行方不明設定だったり、記憶失う前のひょうちゃんを知ってたり、謎の壁眼だったり、パスカルさんみたくまた数パッチ後に深掘りなり言及なりありそうだなと思いました。ルシラーが良すぎる。 MVP だろ。モーニエもリューク先生すらついついエイメスを抜け殻と呼んじゃう中、ルシラーだけがラベル学園の新入生さんとかいたわった呼び方をしてくれると
ところとか、チェイスさんとヒョウちゃんがバチってるところ、要所要所でヒョウちゃんをフォローするところとか、ヒョウちゃんが配送してきた時にわざわざ肩に手を添えてから話すところとか、一方でヒョウちゃんとヒユキがエイメスっていう特定個人に感情入り込みすぎつつある時に会話を切り上げるバランス感覚とか、随所で挟まれるルシラーのカットによってより良い結果を得るために彼女がいかに気を使ってその場その場を注視しているのかっていうのが分かりましたよね。これ何回も言って恐縮なんですが、ラハイロイメンツ初めてお披露目された時、生徒食い漁る淫乱学園長来たーとしか思ってなかったんですが、まさかここまで推しの美人のキャラが2バージョンにわたって内面上も魅力的に描かれるとは思わず、黒毛ありがとう、ラベンダーカラーでダマスク柄の下着スキンお願いします。記憶を弾丸にうんたらかんたら言ってて少し唐突に感じたから、さすがに武器は拳銃なのかなっていうか、そもそもバージョン 3.4 だよね。実装されるでいいんだよね。こっちは数ヶ月前からお預け食らってるんですからね。出ちゃいますよ、家なしの弾丸が出ちゃいますよ、中に行っちゃダメです。ひゆきも良かったですね。まず何と言ってもウェーブラインのここが最高。きょうちゃんとひゆきが常に大勝利の救世主と大敗北の救世主というラベルで比較されるとは。きっとひゆきも誰かの支えになってるよ。あなたを誇りに思ってる人が必ずいるはず。まさにブラックショアのメッセンジャーがそんな素振りを見せてましたよね。もし一人で進むことに疲れたら立ち止まって周りを見て、このひょうちゃんの言葉選びも好きでした。一人で進まなくていいよじゃないんですよね。こうやってひょうちゃんがひゆきに解く立場に回れたのはリュウク先生様々ですよね。つくづくルシラ、リュウク、大人組が尊すぎる。長責任務のタイトル、昨夜を照らす星々の昨夜って昨夜の巫女とかかってるってコメント聞いて天才かと思いました。ローカライズうますぎか。昨夜ってネーミング違和感があるっていうか、そもそもなんでひゆきの役回りの巫女が昨夜って呼ばれるのかわかんなかったし、そもそもそういうマイナス表現をするにしても桜なら焼けるじゃなくて散るじゃねって思ってたんですが、未来借り受けまくっちゃうと後には何も残らないっていう意味で焼けるなんですかね。ひょうちゃんがエイメスに話しかける時だけママの口調になるのと同じく、ひゆきもほなみで子供に話しかける時だけ言葉も表情も柔らかくなるの良かったです。お姉ちゃんが剣術を教えてくれなかったから剣もすぐ破損させちゃうのかなって賢い考察をしている人がいる傍ら、私はひゆきの慈愛あふれるこのシーンも手突っ込みたいとしか思ってませんでした。ダーニャも見てるよねこれ。恨んでるとは言いつつも、ひょうちゃんがエイメスに言えたのと同様に最後は誇りに思ってるって言えてよかったねとは思った一方、前回リュウク先生の親族に対する描写がほとんどなかったのと同じように、ひゆきの失敗談とか玉露の死にかかる描写がやや淡白に感じたんですが、ここ最近本線が渋滞しててそっちが最強ですし、語らないことで想像させる美もあるでしょうし、リリース前のひゆき PV で保管する今回ぐらいが落としどころなのかな。皆さんはひゆき派でしょうか、玉露派でしょうか。いろんな意見があってもいいですよね。私はひゆき派です。それと言及しておきたいのが、日中関係がギクシャクしている中、ひゆきを周年キャラとしてストレートに実装してくれた黒毛に感謝です。昨夜の巫女がイチョウ屋の巫女にならなくてよかった。足の原滅んだよ。これで次の巫女は現れないね。よかったね。組織長の煽りスキルやば。ここ数バージョンでかなり憎たらしい存在になってますよね。クリカスへのヘイトが高まりすぎて組織長にその役回りをさせるようにしたのかなと思いきや、久しぶりにクリカスもトッピングされて、いよいよフラクトシですが悪者集団として温まってきた印象。ただ組織長勧誘が下手くそすぎるんですよね。今回ちょっと気になったのがここで、ルシラーへの精神攻撃の時もちょっと思ったんだけど、一連の煽りが単にひゆきを苛立たせることが目的ならわかるんですが、それってその先にあるひゆきを名式の共鳴者にさせるって狙いに繋がってる気がしなくて、その煽りでひゆきがなびくわけないやんけって思ってしまって、でそれゆえに負けるなひゆきって気持ちにならず、あまり緊張感が持てませんでした。精神攻撃がただの煽りにとどまっちゃってるっていうか、あと組織長の勧誘ベタっていうのもあるけど、そもそも精神攻撃ってその人の生い立ちとか考え方とかトラウマとかそういうインプットがプレイヤーにあった上で、そこの脆弱性をついてくるから、それはひゆきにとって効果は抜群だって思うのであって、ルシラやひゆきってそこまで掘り下げられてないから、こっちが手応えの大小を測りきれないっていうのもあるかも。それと組織長が名式をコントロールして何がしたいのかっていうところがまだ見えないのもフラストレーションにつながるのかな。私は敵役が憎たらしければ憎たらしいほどストーリーが良くなると思うので、これからも憎悪を集めて最後ぶん殴られてほしいんですが、その憎悪の集め方っていうのは単なる煽りだけではなくて、もうちょっとウェットな感じになればいいなと思いました。ちなみにネット上の自負アニメみたいな映像が流れる博物館の下りで通路に貼り付けられている紙、調べて読めるんですけど知ってました？気づくか？ちょっとピカピカしてろよ。見落とした人は私の配信でぜひ読んでください。あともう一個気になった話で言うと、ダーニャの下りで突如始まった弾丸論破のお仕置きみたいなのは言うまでもないとして、前回次はダーニャだっていう引きだったにもかかわらず、結局まだ全然よくわかんないので、そこだけ消化不良ですね。そこは今回良くなかったっていうか、早く次読ませろって感じ。エリスやら座敷わらしやら副組織長やら、あとフローバ再登場、バージョン 3.3 で燃え尽きんじゃねえぞと言わんばかりに悪者がばらまかれていて、今後が楽しみです。楽しみっていうか、ここまで今後実装されるキャラとか舞台とかテーマが不透明な状態で終わるの初めてじゃない？次は足の原なのかレオユニオンなのか、もしかしたらこの動画が出てる頃には次の発表されてるのかもしれませんが、楽しみに待っています。
。これまで演出面一切触れてきませんでしたが、まあ毎度毎度ほんと最強というか、BGM はインターステラーやら沢野博之やら多彩で、シーンとのマッチングも相変わらず完璧。こことかセリフ一言で何カット使うねん。ここのひゆきライティングやばすぎだろ。見惚れちゃったわ。などなど、感想動画で毎回同じこと言うの芸がないので控えたいんですけど、まあ毎回心動かされるんだから言及せざるを得ないですね。無理やりケチつけるならバトルかな。感情高ぶってる時に今からバトルすんのって慌ててコントローラー握ったのと、あとバトル中もラハイロイさんがなんかめちゃくちゃ気になること言ってるけどバトルに気取られて聞けねえ、バトルオートでやってくれって思いました。ただバトルの手触りも良かっただけに贅沢すぎる要望ですね。前回から右上のバックログとかスキップとかそういうシステム表記が消せるようになって、今回からさらにシーン中の発言者表示も消せるようになったらしいんですが、試した方没入感いかがでしたでしょうか。配信中切っちゃうとキャラが混乱して微妙かなと思って残したんですが、シネマティック感にこだわる名調らしい工夫ですね。まあそんなところかな。ネット上の感想で案の定飛び交っていて草なのが、バージョン 3.1 とバージョン 3.3 どっちが良かったか問題。配信でも聞かれました。どっちも良かったでええやんけ。人はなぜ比較をやめないのか。ホヨバゲーと名調の比較に飽き足らず、名調の中でも序列をつけたがるとは罪深いですね。罪深いんですが、そういう軽薄な話に乗ってこそ YouTuber だとも思うので、その質問にお答えします。前提としてバージョン 3.1 と 3.3 の比較ってコース料理の中から料理2品目取り出して比較しているようなもんだと思っていて、そもそもエイメスという単一の人物描写を丁寧に描いたバージョン 3.1 と全員野球で巨悪をぶっ飛ばすバージョン 3.3 だとベクトルが違うし、あとはバージョン 3.1 のビターエンドからのバージョン 3.3 のハッピーエンドって今となってはセットなので、そういう意味でもコース料理なのかなと。その上で物理にも単品で比較するんだったら、まあ私は 3.1 の方が僅差で好きかな。3.3 がヒユキ、ダーニャ、エイメス、あと全員集合って要素モリモリだったのに対して、バージョン 3.1 ってエイメスとヒョウちゃんに集中していた分テーマがはっきりしていて好きっていう理屈ですね。ただ2つフォローさせてほしくて、3.1 はそもそも期待値が低かった。私の 3.0 の感想動画が何よりの証拠ですよね。もう1個は 3.3 が最高傑作と名高い 3.1 のわずか62日後に出てる点ですね。ガチパッチのスパンが早すぎるって。あの傑作の 3.1 をやり玉にどっちが良かったなんて比較ができること自体がまず奇跡的なのに、そんな議論がたった2ヶ月後に起きると誰が想像できたか。そういう意味でも今回の 3.3 は 3.1 とはまた違った熱量というか狂気があって、5月2日の動画でお話しした通り今後の期待値無限大になったなと思いました。名調神ゲー。以上、皆さんの超責任務の好きポイント、気になったポイント、そしてあえて投げかけましょう。バージョン 3.1 派か 3.3 派か、あとひゆき派か玉露派か、自由にコメントください。今回もプチキャンペーン開催。早めにいいコメント残してくれた方5名様に生成300個差し上げます。詳細は画面参照。黒毛に感謝しつつご活用ください。こんな感じで名調感想動画毎回出してますので、ぜひチャンネル登録お願いします。お告げなし。